こんにちは、エッグです。今日はですね、北海道の稚内最北端の地に来ております。利尻島と礼文島にどうしても行きたくなってしまって、今日は飛行機で東京から北海道まで来ちゃいました。で、今朝ね6時過ぎなんですけれども、今フェリー乗り場向かってます。稚内フェリーターミナルに到着しました。なんとか予約はできましたね。2等席の料金で自由席でだいたい3290円でしたね。で、2階で待ってればアナウンスが流れるから15分前に乗れるみたいなんで、6時15分ぐらいになったら船に乗り込みたいと思います。フェリーは2階から乗り込むようですね。船内はこんな感じですね。船内は至って普通のフェリーですね。僕は2等席の自由席なので、多分この椅子席じゃないですかね。2等の椅子席はこんな感じですね。礼文島に到着しました。カット港です。で、今からバスですね、乗ります。定期観光バスになってるんで、12時半ぐらいまで多分観光スポットをいろいろと回ってくれるんでしょう。礼文島のガイドブックもらいました。スカイ岬に到着しました。住んでる海と書いてスカイ岬。晴れてたらもっと綺麗に見えたんだろうな。エゾホグルマ、こんな感じでガイドの方がいろいろと花の説明とかしてくれます。こんな珍しい花っぽいですね。結構登っていきますね。めちゃくちゃ綺麗です。多分晴れてたらもっと海が青いんでしょうね。でも全然雨でも青いですね。15分になったんでスカイ岬に到着しました。着きましたね。めちゃくちゃ青いじゃないですか。海が綺麗。めちゃめちゃ雄大としてますね、海が。山も綺麗だし海も綺麗です。コラボがいいんでしょうね。こっちにも歩いていけるみたいですね。絶景ですね。ストコン岬です。最北端、風がめっちゃ強いです。さっきガイドの方が言ってたんですけど、この柵の下に民宿があってそこ泊まれるらしいんですよね。下っていきましょう。この下に民宿あるって、あれか。最北端やばいっすね。民宿がありますね。ここ泊まったら最高でしょうね。スコトン岬。スコトン岬やばいっす。迫力やばいっすね。ここの昆布ソフトクリームはここにしか売ってないらしいです。昆布の味がしてうまいです。風がやばいですね。今ネポ岩っていうのを見に行こうとしてます。ここは桃台、猫台、展望台っていうところですね。猫の形と桃の形の岩があるとですね。あれが猫の形をしてるというようですね。確かに猫が後ろ向いてるっぽい感じになってます。あれが桃貝ですね。確かに桃みたいな形してますね。ここは北のカナリアパークっていうところですね。なんか映画のロケのためにわざわざこの
木造建ての建物を作ったっていうってことを、ガイドさんから聞きました。千葉の皆様のご支援のもと、スタッフたちと心を込めて作った。午前中は礼文島を観光バスで巡りました。今から利尻島行きのフェリーに乗って利尻島に行って、午後は利尻島を回ります。礼文島を出発しました。利尻島に到着しましたね。今からですね、さっきと同じようにバスに乗って回っていきたいと思います。ここはカムイパークっていうとこみたいですね。で、これはウイスキー蒸留所です。ここはですね、ウニを割ってそのまま自分で中身を出して食べるっていう体験を1000円ですることが。叩いてもらって、出ました。大丈夫ですか？叩いてもらって、もう握って大丈夫です。内側に握ってください。はい。で、OK です。はい。まだ生きてるんですね。そうしましたら、開いた方からもう半分に切り離しちゃってください。そして大体2年目ぐらいで。そうなんですか。はい。これ強かです。一応こちらで育ててるんですか。ここでは稚魚からは育ててるんですけども、種苗センターっていうまた別の場所にセンターがございます。はい。したらですね、引き上げてしっかり切ってください。天然のウニらしいです。ちょっと皆さん反応がよろしいようなネグマでございます。これも波の浸食が作った自然のアート芸術作品ということで、車窓スポットとして皆様ね、熊さんもご覧いただいております。カモメが多いです。そのあたりもまたちょっと違いがありますのでね、皆さんこう人のお家の庭先にね、こうやってカモメ、これウミネコの赤ちゃんですね。ウミネコ結構グレーだから分かりづらいんですけど、ここは三崎海岸っていうところらしいですね。なんかありますね。あれなんでしょうね。柵みたいなのがあって落ちないようになってますね。ここからは見えないんですよ。多分その角度からしか見えない。ここに長いのがいると思うんですけど、アザラシね。シール、はい、あの白いのの奥に、今潜っちゃったのかな。白いのの奥にいるやつがアザラシですね。で、ここはなんか昆布が買えるみたいですね。おたとまり沼に着きました。ここはですね、本来であればあそこに利尻山ががっつり映るはずなんですけれども、残念ながらこの大雨のせいで全く見えないですね。で、500円出たのでいただきます。本来はこの沼をバックに利尻富士がガーンって富士山みたいに見えるはずだったんですけど、この雲のせいで全く見えません。残念すぎる。最後はですね、郷土資料館、ここが最後の観光スポットらしいです。利尻富士の模型がありますね。こういった島の独特の資料がたくさんあると。外には植物園があるみたいですね。今日はさすがにね、登ってる人はいないかなと。天気が良くて山も見えていたのであれば94メーター。今回はね、観光バスで回ってもらったんで、あんまりこうね、自分で旅してるっていう感は若干薄かったんですけど、1日で2島回ってちょっとチャレンジ的なものができたんで、もし参考になれば幸いです。よかったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。